皆さんこんにちは、アリーです。今回はですね、初めての日本語のノートをご紹介したいと思います。このノートはモルスキンさんの桜リミティエディションのノートです。かわいいですね。このノートは私が2019年に使ったノートなんですけど、この時日本語を勉強し始めたばかりで、このノートを見ると、漢字に関しては本当に恥ずかしいんですが、だからこそシェアしていただきたいなって思っていました。皆さん最後までご覧いただいたらありがたいです。では早速始めましょう。このノートの中で単語表とか文法のメモとか漢字のメモとか、そして書く練習を書いたんですが、ほぼすべての単語のメモは初めての日本語能力試験 N5 単語1000という教科書で勉強した単語です。はい、前回の質問コーナーのきっかけでこの教科書についてちょっとだけ話していたんですけど、2019年の夏に日本語能力試験の5級を受験したので、この前この教科書で勉強しましたね。この教科書の中でそれぞれの単語のために例文も書いてあるので、書く練習を目的としてこのノートにすべての例文を書いたし、可愛いシールも貼り付け始めました。実はインスタグラムの方で初めてアップロードした写真はこのノートの写真でした。すべての例文を書くのは本当に助かったのって思っている人が多いんでしょう。皆さん本当に助かりました。このメモは2年前ぐらい撮ったメモなんですけど、シールとページレイアウトのおかげでまだほぼ全部覚えています。しかもこの時漢字をほとんど書いたことがなかったので、とてもいい練習だったと思います。そしてこの時サトリリーダーというアプリでショートストーリーを読み始めて知らなかった単語を書きました。日本語を勉強し始めた時に1年間ぐらいで本を読んだ時とか単語を書く時、言葉を習うために色のコードを使いました。こちらの色分けは黄色動詞、オレンジ色形容詞、ピンク色副詞、紫色名詞、そして緑色その他の使い分けでした。たまにいくつかの言葉をボックスで囲まれて、その言葉を本当になるべく早めに覚えることの言葉でした。その後、文法のメモです。このメモは日本語能力試験の4級の文法です。その時この文法がちょっと覚えにくいだったので、覚えるように何回も書いたんですね。これで1回目でした。続きますと、ことの葉の庭の小説を読み始めて、知らなかった単語も書き始めたんですけど、この本は本当に難しすぎたのですぐに諦めました。実はこの小説読んだばかりですね。そしてこの頃単語を勉強するために大好きなウェブサイトを使いました。
japaneseclass.jp というウェブサイトでしたね。このウェブサイトはまだ使えるけど、アップデートなしでちょっと古い感じになりました。そしてまた N5 の教科書の例文です。この頃ハリー・ポッターも読み始めたけど難しすぎたのですぐにやめました。そしてまた N5 の教科書の例文です。本当にたくさん書きましたね。まあでも皆さん見えるんですか？最初に比べて文字がどんどん綺麗にならなかったですか？こちらの健康の言葉、初めて書いたきっかけだったんですけど、私が悪くないなって思ったのをまだ覚えています。続くと単語が書いてあるんですが、漢字の練習です。これはまた単語表なんですけど、今回は同じ漢字のある言葉を一緒に勉強するつもりでこんな感じになりました。この勉強法も結構助かりました。そしてこのノートの大好きな部分で書く練習の部分です。先に言ったんですけど、その時サトリリーダーというアプリの方で簡単なショートストーリー読み始めて、書く練習を目的としてこのノートでコナの大冒険というストーリーを書き始めました。最初のページで人生で初めてこういう風に書きましたね。上から下まで。手がとっても痛かったのを覚えています。また短い単語表でノートの姉妹です。皆さんどうでしたか？実はこのノートを見せて恥ずかしいんですけど、皆さんを助けるようにこの動画を作りたかったんですね。どの外国語でも勉強している皆さんへ、いつの頃からか誰でも初心者だったっていうメッセージを送りたいですね。これからもこの目的でこういうコンテンツをアップロードしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。アリーの有名のアリーでした。